こんにちは、シロです。こんにちは、ゆりです。2024年現在使っている機材をご紹介していこうかなと思います。はい、こちら2023年版も去年やったと思うんですけど、2024年版もやっていきたいと思います。ではまずマスクから。はい。ゆりのマスクは変わった？変わってないです。同じガルのベイダーファネットです。ベイダーの女性版。はい、そうです。僕はつい最近まで、クレッシー A1、ガルのベイダーとほぼ一緒ですね。でレンズはガルのベイダーのにしてるんですけど、つい最近までこれを使っていたんですが、ちょっと前の気になるガイドさんシリーズの二郎さんのマスクがとても気になっていてですね、買ってしまいました。はい、でこれのレビューについては別動画で上げてますので、そちらをチェックしてみてください。これはツサなんだよね。これはツサの全視っていうマスクです。今後はこっちを使っていこうかなと思ってます。はい、次に大根は、このツタのやつは昔からずっと使ってるソーラーのやつ、これは変わらないですね。そうですね。はい、で僕の方は、去年から引き続き Apple Watch も併用してます。でゆりの方はガーミン、ちょっと前の動画で紹介した、ガーミンになりました。アトモスミッション1が壊れちゃったんでね。あ、そうですそうです。それからガーミンにしてます。僕は大根自体特に不満はないかな。ただ Apple Watch はやっぱサブスクなんで、この間の1泊2日で伊豆大島みたいなああいう時には持ってってないです。課金しないです。そもそもちょっとラジャーみたいに長いとこ行くっていうんだったら、その前に課金してるっていう感じの使い方をしてます。なので基本的にはこっちのソーラー、これを常に持ってってるっていう形になりますね。ゆりのこれはさ、どっちをメインに使ってんの？最近こっちのガーミンメインに使ってます。じゃあこれはぶら下げといてみたいな、こっちに。そうですそうです。これを腕につけて。これ腕につけてます。なんで？見やすいんですよね。こっちより見やすい。そう、液晶が見やすい。では次にフィン。はい。でまず、ウェットの時のフィンですね。ドライではなくてウェットの時のフィン。はい。だいたいもう僕はほぼほぼミューフィンかな、最近は。そうだよね。流れがあってもだいたいミューフィンで行ってます。でちょっと前のグアムみたいな、もうビーチしかないみたいな時はこのマレスのアバンティクワトロプラス、これを持ってってます。前まではちょっとジェットとか持ってってたんですけど、やっぱジェットは足の負担がきついのと、これなんか色が可愛いし、なんか限定色だったんですよね。色が可愛いし、軽くて推進力かなりある。これ軽いの？軽いと思うよ。プラフィンだから。そうでもないか、ミューフィンと同じぐらい。あ、ここの部分がプラなの？昔からあるマレスのフィンですね。かなり推進力があります。でこのカラー自体は S までしかないのかな、女性サイズまでしかないんで、このストラップをでかいのに変えて使ってます。でゆりの方はウェットの時ですよね。ウェットの時はミューフィンかスーパーミューかどっちか使ってます。流れによって、流れによって変えてますかね。スーパーミューか、ミューフィン。この間のラジャの時はスーパーミュー持ってってたよね。そうですね。流れ全然なさそうだったらミューフィン。ミューフィンでいきます。なんか前はさ、2023年版かな、前はリーダーフィンとか使ってたじゃない？使ってました。最近全く使わなくなったよね。使わなくなっちゃいましたね。確かになんか激流とか、でも今年のパラオには持ってったか。持ってってました。パラオに持ってって、確かに激流とかにはいいんですけど、なんかでかいしね、やっぱり、持ち運びが邪魔だし、ミューフィンの方が使いやすいしね。私は足が浮いちゃうのがちょっと嫌だかもです。確かにリーダーフィンだと足浮きがちだから、そうですね。適度に重さがあるミューフィン、そうですね。が一番しっくりくるっていう感じがしますね。で結局一周回ってオーソドックスなミューフィンを一番使ってるじゃない。そうですね。やっぱりさ、一番使いやすいよね。使いやすい。ミューフィン最高じゃない？よっぽどのことがない限り、ビーチしか、自分はビーチの時はちょっとフルフット持ってかないけど、よりはビーチの時でも持ってってるじゃん。持ってってミューフィンです。ドライ以外はいけます。やっぱすごい使いやすいんだよな、ミューフィン。使いやすいですね。最強。なんで一周回ってなんだかんだで結局ミューフィンになってます。戻ってきた。はい。次にドライの時のフィンですね。
で今までは、ゆりはこのドライフィンスーパーミューのドライフィン、はい、で、僕もこれ持ってたんですけど、ちょっと重たすぎるってことで僕はジェットを使ってたんですよ、だけどこれすらちょっと負荷が強いかなってことで今はこちらのサイファーを使ってます。そうですね、これちょうどいいよね。ちょうどいい、ちょうどいい。軽い蹴り味だしさ、重たすぎもなく、でもドライでも使えるぐらいの重量っていうかなんだろう、質量、別に足が浮いてっちゃったりアンクルつける必要もないし、必要ない、なんかちょうどいいフィンね、脚力のない自分たちにはちょうどいいフィンですね。ちょっと前の伊豆大島のあさみさんがこれをずっとドライフィンで使ってて、サイファーいいなと思って使い始めてみたらドライにぴったりだったっていう。そうですね、うちらにはぴったりだったっていう感じですね、こちらのスーパーミューのドライフィンね、足が沈むのはいいんですけどね、履くまでに重すぎるんですよ、持ってくのが。足が沈むから、ある程度重量がある分、結局キックもその分力がいるし、そうですね、なかなかね大変かも。そうですね。僕もこれを持っていたんですが、シャコタン動画の浜屋にあげてしまいました。使わないんで、あげてしまいました。なんで、ドライで、そんなに脚力なく軽い蹴り味を求める方には、サイファーぴったりだと思います。そうですね。あと腕の力がない方も。腕の力？なんか持っていかなきゃいけないってこと？確かにどっかに持っていくにもね、こっちのこれよりは全然軽いし。軽い。なんだったらさ、別にさ、ドライじゃなくても普通に使えるじゃん。使えるビーチとかね。だからビーチ多い人、ドライメインでビーチ多い人なんてこれ一本でいけると思うね。これと重さどのぐらい違うんですかね。ガールの方まあまあ違う気がするけど。まあまあ違う気がする。はい、では BCD。はい。こちらユリのだけど、これはずっと変わりなく。変わらないです。ドライの時もウェットの時もこれ。そうですね。ツアーのティナですね。はい。私 BC は慣れたやつがいいんですよ。あんま変えたくない。あんまり変えたくない。なんかここにこれがあって、ここにこれがあってっていうのが分かるやつがよくって。で、あとティナすごい使いやすい。女性にはフィットするっていいよしね。そうですね。フィットしますね。ウエストのところにちっちゃいポケットがあるのが何気に便利。ここ。そうですね。ここにポッケがある。そうですね。で、大体欲しい機能揃ってる。これ大好きです。当分もうこれはずっとこれのままなのかもね。あんまり変わることなさそうな気がする。そうですね。壊れるまで使い切るかな。はい。僕の方は主にウェットだとソブリンアルファ、ずっと前から使ってたやつで。ドライだとこっちの OMS バックフロートを使ってます。でウェットの方は、このソブリンアルファ結構今年の前半ぐらいまで使ってたんですが、今はですねかなり昔に紹介したスタビ、これを最近ちょっとまた使い始めてきてます。ウェットの時ちなみに。なんでこれにまた注目し始めたの？そもそもこのスタビって自分はウェイトポケット、BC にウェイトがつかないのが、すごい嫌で、腰に巻かなきゃいけないじゃん。でもウェットの時ってそんなにウェイトいらないから、こういうポーチにウェイト入れて、でこのポッケにウェイトをそのまま入れて疑似ウェイトポケットみたいな感じで使えるようにすれば腰に巻く必要ないなと思って。でウェイトポケットはそれで解決して、あとはスタビの良さ、この辺のなんかいろいろジャラジャラつけやすいとか、 D カンがいっぱいあるってこと？やっぱね、なんかスタビってこの D カンの位置がね絶妙なんだよね。例えばよく今まで使ったソブリンアルファなんですけど、これってなんかちょっとね上目についてんの。OMS もそうなんだけど、ちょっとね、D カンが上目についてて、で一つだし、こっちもね。でそれに比べてスタビってね結構ね若干ね下目についてる。確かに。あとはこのポッケのところにもついてるし、これがねやっぱね便利なんだよね。すごい取り出しやすい。あとは空気がやっぱジャケットなんで全体に入る、全体に入る安心感っていうのがあるかな。
フィットさで言ったら、こっちのジャケットの方がキュッキュッてできるから、フィットさで言ったらこっちなんだけど、その便利さ D カンの多さの便利さと、あとはやっぱいろんなポッケがでかいとか、いろいろぶら下げてるとか、そうなった時にやっぱこっちのが使いやすいなって思った。なんでラジャとかはこっちで行ってます。ウェイト少なかったし、だからウェットだと、せいぜいアルミでもマックスつけて4とかぐらいしかつけないから、3とか4とか、スチールだともっともっと少なくなるし、そうだね。だからね全然これでいけるんですが、ただこれでポッケでウェイトをこうやって入れてるんでクイックリリースできないのでおすすめはできません。そうだ、はい、ちょっと自己責任でお願いします。本当はねクイックリリースできなきゃいけないだけど、僕はこれに入れて、直接ウェイトポッケに入れちゃうと生地が傷ついちゃうからね。なんでこういうのにこういうポーチに入れてます。でこっちでドライもワンチャンいけないかなとも思ったんだけど、やっぱりねドライって胸のところにドライホースつくじゃん。だからねやっぱねこの辺がね邪魔になるんだよね、すごい。そうですね。そういった意味では僕はドライの時はやっぱバックフロートが一番着やすいかなと思います。ポッケはその分収納とかは減るんですけど、僕のドライだと足のところにポッケついてたりとかするんで、収納面っていうと別に変わりはないかなっていう気がします。バックフロートは私もちょっと欲しいな。なんかねもうちょっとねカスタムしたいなと思う。なんかこれも結局ここに D カンがついてるんですけど、なんかねショートねかなり上の方になっちゃうから、もうちょっと下の方に D カンつけたいなっていうのもあるし、あとねステンレスプレートとかつけたい。それが欲しい、ステンレスプレート。ドライだとやっぱりどうしてもウェイトが重たくなるじゃないですか。だからそれをプレートつけてちょっとでも軽減させたいなっていうのはあるかな。旅行の時にちょっと大変かもしれないけど、なんで今はウェットではだいたいスタビ、ドライでは、OMS を使ってます。はい、ではレギュレーター、こっちはAPEX の、なんだっけ XL4、こちらで紹介した、レギュレーターですね。これは主にウェット用、こっちで一番最初に紹介したレギュレーターはドライ用で使ってます。僕の場合は APEX で、ユリはツサのやつか、そうですね、はドライ用として使ってます。で、この XL4 オシア、これ動画で紹介した時は、なんか流量がすごい絞られてる感じがして、若干吸いづらいかもって言ってたじゃない。言ってた。でもさ、今もう完全にこの流量に慣れちゃったからさ、慣れちゃったね。他のこのドライのレギュレーターとか使うと、エアめっちゃ出るなって思うよね。思うね、そんないらないみたいな、すごいエアが持つんですよやっぱり、こっちの方が流量が少ない分。でしかもコンパクトだし、このセカンドとかのね大きさ比べてみてもやっぱりこっちの XL4 のがコンパクトだし、だからこの APEX の XL4 は割といいレギュレーターだなって思う。最初のさ、やっぱ慣れてない頃はなんか吸いづらいなとかって若干思ってたけど、慣れたらもうこれがいいよね。これがいい。なんだったらドライも本当はこっちにしたいんですけど、そうなの？なんか毎回ドライホース付け替えるのめんどくさいし、オーバーホール出した時に、交互に使ってればどっちかは使えるっていうのがあるから。そうですね、今はこっちはウェット用で、もう一方の方はドライ用にしてますね。そうですね、私はツサの方も結構気に入ってますけどね。本当に？流量が調整できるし、これもできるよね。これも前に動画にした通りなんですけど、これもねここ回すとね調整はできるんですが、一番絞っても、こっちより出るんだよね。そうだね、そうだね。だから一番絞ったとしてもまだ吸いやすいっていうか結構流量があるから、多分同じダイビングでもこっちのレギュレーター XL4 を使った時と、こっちの他のやつ使った時のタンクのね残圧残エアが若干違くなってくると思いますね。そうですね、私が使ってるツサの方は一番絞れば XL4 より少し出ないぐらいになる。そうなんだ、自分はまだツサあるからそれ使ってみようかな。ただここが外れ
そうだね。なんか前動画にしたんですけど、ここが外れやすいっていうのがあったから、エグゾーストティーが外れやすいことだけがちょっとね、いつもなんか不安を感じちゃう。外れたらどうしようって。まあ全然この他のこれ XTX200 なんですけど、全然他のも使いやすいんで、いいとは思うんですけど、ただこれに一回慣れちゃうとこの流量がちょうどいいなっていうことに気づいてしまうかも。そうですね。はい、はい。では次にドライスーツ、はい。僕の方はもうずっとシェル、このよくいつも使ってるこのシェルだけですね。これしか使ってない、スラッシュドライか、スラッシュドライはアラベスクさんにレンタル機材として、提供してるんで、ぜひぜひレンタルしてみてください。僕は今そうですね、シェルしか使ってないっていう感じになります。はい、こちら今ゆりが使っているドライスーツ。そうですね。ちょっと前10月か9月ぐらいの小金崎で着てたドライですね。そうですね。これ自体の紹介動画とか特に撮ってないんですけど、すごい着やすいんでしょ。着やすいですこれ。すごい着やすい。柏島のアクアスさんで行った時に動画にちらっとちょっとそのドライのさ、なんか着てる風景映ってたと思うんですけど、あの時になんかめっちゃ着やすいって言ってそのまま注文しちゃったやつ。そうですね。そうですね。ゼロのドライ。はい、そうですね。フロントジップのゼロのドライになってます。これね、生地も柔らかいし、そう、生地柔らかいんですよ、すごく。着やすそうだし。そう、フロントジップだから着やすそうだし、着やすいですね。もう着るのは全然一人でささって着れちゃいます。あと値段もね、すごいめちゃめちゃ高いわけでもないしね。ですね、ですね。前にうちで紹介した格安ドライよりは、まあちょっと高いですけど、スラッシュドライとかよりは全然安いです。安い。動きやすい。私どうしてもネオプレンの方が好きなんですよね。首が苦しいとか一人で脱げないとかそういうのあるんですけど、ネオプレンシェルってこと？そう、シェルはなんかこう白が着てるのを見てると温度調整が大変そうだから。ある程度ネオプレンってさ、生地自体が保温能力あるから、中 T シャツでも全然いけるじゃいけるけど、シェルだと本当に生地に保温性能がないんで、中にね、どういうものを着るかによっての温度調整になるんですよね。だからこの間のちょっと前に伊豆大島の時は中モコモコ着てって、あの時って結構なウェイト背負うんですけど、あれぐらい着ていくとかなりウェイトが重たくなっちゃうんですよね。なんか陸上も寒くって海の中も寒いんだったらモコモコ着てシェル着てでいいと思うんですけど、たまに陸は結構暑いけど海の中結構寒いよみたいなケース。シャコタンタイプのやつ。そう、シャコタンタイプの時にネオプレンだともう本当に T シャツの上にこれ着ればいいから楽だなみたいな。シャコタンの時はちょっとモコモコでいっちゃったんですけどあんなに暑いと思わなかったんで、本来だったら僕はシェルだったら、なんかロン T、ヒートベストを着ていく感じ。それだとウェイトもかなり減らせるからモコモコ着るより。だからね、そのシェルは中のものによってかなりウェイトの差が激しいね。ウェイト減らせるのはいいなと思うけど、その辺は一長一短ですね。一短だね。いろいろ、好みもあるかもしれない。でウェットスーツは特に変わりはないですね。ないですね。若干寒そうだったら僕は5ミリのワンピ着ていくし、よりも5ミリ。5ミリの2ピースですね。寒かったらフードベスト追加しますかね。ぐらいですね。はい、というわけで2024年現在使っている機材のご紹介でした。またね、来年はまた若干変わってくるかもしれないんで、また来年もお楽しみにしてください。それじゃあバイバイ。